ある政府の報告書にこう書かれている。空飛ぶ円盤が存在しないことを完全に証明することは決してできない。そう書いたのは UFO を信じるものではないアメリカ空軍だった。1955年空軍はそれまでに集めた UFO の目撃を計算機にかけ統計で分析した。約4000人が見たと言った。だがその形を詳しく描写できたのは12件だった。2026年6月12日、アメリカ政府は UFO の機密ファイルを新たに公開した。その中に CIA が公式記録の写しとして閉じていた一冊の報告書がある。タイトルは、プロジェクトブルーブック特別報告第14号。1955年アメリカ空軍がそれまでに集めた UFO の目撃報告をまとめて統計的に分析した大規模な試みだった。これは一つの事件の話ではない。空軍が何千件もの報告全体をどう処理したかという記録である。きっかけは報告の急増だった。1947年から目撃報告は空軍に寄せられ続けていた。特に1952年報告の数はそれまでの3倍以上に跳ね上がった。一つ一つを個別に追い切れる数ではなくなっていた。そこで空軍は別の方法を取る。報告全体を一つのデータの塊として扱い、統計的に調べることにした。最終的に分析にかけられたのは3201件。これだけの数をまとめて数として処理する。当時としては異例の試みだった。報告はまず、決まった項目に分解された。形、色、数、速さ、観測の長さ、明るさ。目撃者が語った特徴は、こうした項目ごとの記号に置き換えられた。当時計算を担ったのは、IBM のパンチカード式の機械である。一枚一枚のカードに穴を開け、特徴を記録していく。人の印象ではなく、数として並べ直す。空軍はこうして何千件もの報告をグラフや表の形に変えていった。年ごとの件数のグラフ、時間帯ごとの分布。報告は物語から数字の集まりへと姿を変えた。数として並べ直された報告は2つに分けられた。正体が説明できたもの。気球、航空機天体。ノウン、すなわち基地。そして説明できなかったもの。アンノウン、すなわち未知。仕分けの結果未知に分類されたのは434件だった。空軍は次にある点を統計的に検証した。未知に分類された報告が実際には見間違えられた基地と同じ性質のものかどうか。そのために基地と未知を形、色、速さといった項目ごとに比べた。解二乗検定と呼ばれる手法である。もしただの見間違いなら、二つの特徴の分布は似るはずだった。検定の結果はこうだった。6項目のうち5項目で、基地と未知の分布が一致する確率は 1% 未満だった。統計的には、両者ははっきりと異なっていた。ただし報告書は、この差を空飛ぶ円盤の証拠とはしていない。未知の報告の多くは、基地の見慣れた物体が異なる比率で混じったものに過ぎないと報告書は見ている。とはいえそれを確実に決めることはできないとも認めている。ではその未知の中に本物の空飛ぶ円盤はいたのか。空軍は434件の未知の中から特に詳しく信頼できる報告だけを選び出した。物体の模型を組み立てられるほど細部まで語られた事案。それは12件だった。グッドアンノウン、良質な未知と呼ばれた。報告書にはその12件の目撃者が描いたスケッチが添えられている。この12件こそ何千件もの報告から選び抜かれた最良の手がかりだった。報告書はこう書いている。約4000人が空飛ぶ円盤を見たと言った。だが、十分に詳しい記述が得られたのは12件だけだった。最良のものを襟抜いてもなお空飛ぶ円盤がどんなものか像を結ぶことはできない。実際その12件を並べてみても共通する一つの形は
現れなかった。同じ特徴を持つグループも見つからなかった。そして報告書は、もう一つ重要なことを認めている。報告された物体について、物質としての確かな証拠は、ただの一件も存在しなかった。報告書には、データの分析とは別に調査員たちのある気づきが書き残されている。それは、報告を読む人間の心理についてだった。数本の報告を読むと、人は空飛ぶ円盤は実在し、何か不吉な仕掛けだと確信するようになる。ところが、と報告書は続ける。より多くの報告を読み進めるほど、円盤が実在するという感覚は薄れ、その存在への懐疑に置き換わっていく。やがて読み手は飽和点に達する。新しい情報はもう何も現れない。調査に関わった全員がこの感覚を共有したという。世に出回る戦場的な記事の多くは、ごく一部の報告だけを読んだものによって書かれている。報告書は静かにそう指摘していた。では空軍の結論は何だったのか。報告書はこう結んでいる。報告された未確認の物体が現在の科学を超えた技術の観察である可能性は極めて低い。しかし、その同じ報告書が一番最初に書いていた一文を思い出してほしい。空飛ぶ円盤が存在しないことを完全に証明することは決してできない。空軍は UFO を否定しきったわけではなかった。ただ、手元の3201件の報告からは、その存在を示す証拠は見つからなかった。最良の12件を襟抜いても、円盤の像は結ばなかった。記録に残ったのは、答えではなく、慎重に線を引かれた一つの結論だった。本動画で取り上げた、プロジェクトブルーブック特別報告第14号は、機密解除プロジェクトパーシュが2026年6月12日、リリース03として公開した公式記録だ。原版書は、すべて war.gov/UFO で閲覧できる。本チャンネルは、アメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式の記述に忠実に紹介していく。これからも、世界各地各年代の事案を一件ずつ辿っていく。